ついにディズニーのチケットが1万円を超える日がやってきてしまいました。特に休日にしか行けない方にとっては大打撃となります。どうも、遠方組ディオタの BK です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回なんですけども、動画編集中にまさかのビッグニュースが飛び込んでまいりまして、急遽内容を差し替えて収録し直しているんですけども、なんとですね、ついにディズニーのチケットも1万円を超える日が出てくることになってしまいました。今日6月23日の夕方に突如 OLC さんから発表がありまして、10月1日以降のチケットの価格帯が現在の4段階から6段階に変更されることが発表されました。実質的な値上げ確定ということで、特に土日にしかディズニーに行けない方にとっては影響大な変更となっています。ということで今回の動画のトピックはこんな感じになります。チケット値上げの詳細と今後の予測、7月の要注意点と最新情報、7月のパーク混雑予想となっています。急遽発表されたチケットの値上げについて絶対に知っておきたいことはもちろん、7月のディズニーの注意点や最新情報について詳しく解説していくとともに、動画の後半ではその辺を反映した7月の混雑予想もやっていきたいと思います。こんな感じでこのチャンネルではパークで失敗しない方法だったり、混雑予想、予約についての How to なんかを紹介していますので、もしチャンネル登録まだの方いらっしゃればチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで早速本題に入っていきましょう。ということでまずは、今日はね急遽、ビッグニュースが飛び込んできたということで、チケットの値上げについて話していこうかなと思うんですけども、まず現在の変動価格制の料金設定になるんですけども、ご覧のように、現在は4段階の価格設定となっています。大人で言うと9400円が一番高くて、その後が8900円で8400円で一番安くて7900円という4段階に設定をされています。で10月1日以降どうなるかというと、大人の料金でいうと一番高いところがなんと19000円ということで、ついに1万円オーバーということになりました。でその次の価格も9900円ということで、今の最高値の9400円よりも高いですし、でその後は9400円、8900円、8400円、一番最安値が7900円ということで、6段階に変わります。で最高値の19000円は、今の最高値の9400円から見ると1500円高くなっていますし、その次の9900円でも、今の最高値と比べて500円高くなっています。最安値の7900円と最高値の19000円の差は、3000円ということで、結構な差がありますよね。で、家族連れの方なんかは、お子様のね、料金がどうなるかっていうのも気になると思うんですけども、これに関しては4歳から小学生までの承認の価格変更はなしということで、そこに関しては、お子様連れの、家族で、ディズニーに行く方にとってはちょっとは安心できる要素かなと思います。実際、10月以降どういう感じで日々、価格設定されているのかっていうのを、カレンダーで見ていきたいと思うんですけども、まず10月から、早速土曜日は19000円ということで最高値に設定されています。10月はね、ハロウィン期間中になるので結構混む時期になるんですけども、そういうところもあって土曜日は最高値に設定をされています。それから日曜日も、19000円の日、要は最高値の日もありますし、9900円があったりということで、値上げ後の価格設定となっています。で次11月は、土日だけではなくて祝日なんかも19000円だったりとか、9900円に設定をされています。で12月は、土日とクリスマス以降に関してはやはり再繁忙期ということもあって19000円だったり9900円の連発で、平日も基本的に9400円と、さすがクリスマスシーズンといった価格設定となっています。1月も12月末から引き続き年始の連休中は基本的には最高値付近の価格設定となっていて、一部ねちょっと安くなる4日とか5日に関しては9400円なんですけども、基本的には最高値付近の価格設定になっていて、閑散期に突入する9日以降も土曜に関しては強気の9900円という設定となっています。ただし平日に関しては最安値連発で7900円が基本となっています。で今回の価格変更が6月末以降のパークにどういった影響が出るのかっていうことなんですけども、個人的な予想にはなるんですけども、土日組を中心に新たな価格に変更される前の少しでも安いうちにパークに行っておこうっていう、駆け込み需要みたいな、そういったものの影響で混雑度が高くなる可能性があります。これあくまで個人の予想になるんですけども、特にサマー 2day パスと夏休みが始まる7月21日以降から、ハロウィンが絡んでくる9月末までの間は
パークが予想以上に混雑する可能性もあり得ます。で、あとは平日の混雑レベルが上がる可能性があって、今回の値上げの影響が比較的少ない平日にゲストが流れる可能性があります。特に自分もそうですけども、いわゆる、D オータ勢はできるだけ数多くパークにインしたいと思う人が多いと思うので、有給取ったりして何とかして平日にインする人も増えるかもしれません。そうなってくると OLC さん的には平準化が促進されるってことになるので、狙い通りにはなってしまいますね。で、あとは年パスについてなんですけども、これに関しては今回の発表でさらに遠のく可能性もあるんじゃないかなと感じていて、OLC さんとしてはこの価格設定でも集客できるっていうことが分かれば、ワンデーパスを売っていった方が当然利益は上げやすいので、今回の値上げで集客に影響がなかったりとか利益が減ったりということにならなければ、年パス復活の望みは薄くなってしまうのかもしれません。ということで、我々ゲストとしては果たしてこの10月1日からの値上げでその価格に見合った体験価値を本当に得られるのかということが一番気になりますよね。正直今のエンタメとかコンテンツの充実度から考えると、人によっては19,900円の日なんかは高いなっていう風に思ってくる方も出てくるかもしれません。特に今の C はハーバー賞も変わらず、グリーティングのみだし、果たして今回の値上げに見合っているのかっていう部分も結構ありますよね。あとは OLC さんとしては土日の混雑を減らして平日の集客を増やして、平準化を狙っているわけなんですけども、そう簡単に平日休めないっていう土日組の方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、その辺どうなんでしょうかね。ということで、皆さんは今回の値上げについて、どう思われますでしょうか。ぜひですね、コメントで教えてもらえると嬉しいです。はい。ということで、ここからは7月の要注意点とか、最新情報だったりとか、その後、7月の混雑予想をしていきたいと思います。で、7月もいろいろあるので、日付順に見ていきたいと思うんですけども、まずは7月3日になります。この日から両パークのショーやパレードの公演時間が大幅に変わります。ということで、まずはランドの方から見ていきたいと思うんですけども、まずはハーモニーカラーになります。ここ最近は15時45分、午後の3時45分スタートだったんですけども、それが7月の3日から17時スタートですね。午後のというか、夕方の5時スタートに変更になります。かなり時間変わるので、この辺はね、要注意かなと思います。次にエレクトリカルパレードなんですけども、ここ最近は19時半スタートだったんですけども、これが15分だけなんですけども、変更となって、19時45分スタートに7月3日から変わります。で、これ両パーク共通になるんですけども、スカイフルオブカラーズですね。花火なんですけども、こちらは7月の3日から当分の間、休止となります。これなぜかっていうのは、以前のね、この動画で詳しく説明してるんで、そちらをね、参考にしていただけたらなと思います。で、次がジャンボリーなんですけども、ここ最近はですね、1日5回公演で、やっていたんですけども、7月3日からは、1回公演回数が減って4回公演となります。さらに、公演時間なんですけども、初回が16時15分で、最終回が20時40分ということで、夕方から夜回が復活することになります。この辺も注意が必要かなと思います。次、クラブマウスビートなんですけども、こちらに関しても4月の3日から変更となります。ただこちらはね、公演回数に変わりはないということで、1日5回公演ということで、公演時間の変更だけが入ることになります。で、公演時間は今言ったような感じで変更が入るんですけども、それにプラスして、ほとんどのショーで、6月16日から、自由席が大幅に減っています。おそらくショー待ち中のね、熱中症リスクなんかを考慮した、一時的な運営変更であると思うんですけども、マジカルミュージックワールドの1回目公演以外は全ての回でエントリー受付に当たらないと見られなくなってしまいます。次に C の方なんですけども、まず最初 Let's Celebrate with Color、こちらなんですけど、まず公演回数が2回公演から1回に減ることになります。で、なおかつ公演時間も、ここ最近は12時と16時の2回でしたけども、10時半スタートの1回のみということになります。で、次 Believe なんですけども、Believe もここ最近は19時40分スタートだったんですけども、7月3日からは20時スタートということで、20分後ろ倒しになります。それからジャンボリーなんですけども、C の方もジャンボリーは公演時間だったりとかが大幅に変更が入って、まず公演回数がここ最近は5回だったんですけども、それが3回に減るので2回少なくなることになります。で、なおかつランドと同じように、夕方から夜回が復活ということで、初回が4時15分で、ラスト3回目が19時10分という感じで、
かなり大幅な変更が入ることになります。で、C の方でもランドと同じ理由で自由席が大幅に減って、ビッグバンドビートの1回目公演以外は、全ての回でエントリー受付に当たらないと見られないということになります。ショーとパレードの公演時間が大幅に変更になることと、自由席がほとんどなくなるので、その辺は要注意かなと思います。で、次なんですけども、おそらくこの7月3日に両パークとも、スニークが行われるんじゃないかなと予想をしています。スニークっていうのはメディアへのお披露目だったりとか、リハーサル的な意味も含めて、イベント公式スタート日前に、ショーだったりとかパレードを公演することを言います。で、スニークで行われるものなんですけども、まずランドの方がベイマックスのミッションクールダウンという散水パレードになります。で、これがですね、一応7月4日からのスケジュールを見ると、10時と12時5分と14時55分ということで、1日3回公演で、この公演時間になってるんですけども、おそらく3日も、公演時間と公演回数はこの通りになるかわからないんですけども、スニークがあるんじゃないかなと個人的には予想をしています。あとはスプラッシュマウンテンのびしょ濡れマックスだったりとか、トゥーンタウンのね、このびしょ濡れプログラムなんかももしかしたら3日からスタートするかもしれません。あとは C の方なんですけども、ダッフィー&フレンズのスマイル&ファンっていう新しいハーバーグリーティングが始まるんですけども、これに関しても一応7月4日以降ですね、11時半と16時45分の1日2回公演っていう風になってるんですけども、7月3日にスニークとして、この時間とこの公演回数かどうかわかんないんですけども、スニーク公演が実施されるんじゃないかなと、個人的には予想をしています。あとは C の方はアクアトピアが、びしょ濡れバージョンというかびしょ濡れプログラムが始まるので、それももしかしたら、3日から始まるかもしれません。で、7月3日はそれ以外にもまだまだあります。で、この日からダッフレの夏イベント、サマーナイトメロディーがスタートをします。で、それに合わせてこんな感じの、新グッズだったりとか、こんな感じのスーベニアなんかが発売開始となります。それに伴っていつものごとくスタンバイパスの対象になる店舗がいくつか、出てきます。まずグッズの方なんですけども、7月3日から当面の間、ガッレリアディズニー、アントペグズビレッジストア、それからマクダックスデパートメントストアの3店舗はスタンバイパスが必要となります。次にスーベニアなんですけども、ドックサイドダイナー、ミゲルズエルドラドキャンティーナ、カスバフードコートの3店舗は7月3日と7月4日の2日間は、スーベニア購入ゲストのみスタンバイパスが必要となります。で、続いて7月4日なんですけども、7月4日は先ほども話したように夏イベントの公式のスタート日となります。続いて7月6日なんですけども、この日からカチューシャモチーフのグッズが発売開始となります。こんな感じでね、カチューシャをモチーフにしたいろんなタイプのグッズが発売となります。こちらのグッズに関しては混雑にはそこまで影響しないかなと思っています。で、続いて7月10日なんですけども、この日からハーモニーカラー関連のグッズが発売となります。こんな感じでパレードをイメージさせるグッズがラインナップされていて、パレード自体も人気ありますし、グッズの方も結構人気出そうですよね。このハモカラグッズに関してはディズニーシーの店舗では購入できないので、C にインしていてハモカラグッズも欲しいっていう方はオンラインかボンボヤージュで購入するようにしてください。で、このグッズ販売に伴ってスタンバイパスの対象となる店舗がいくつかあります。グランドエンポリアム、キングダムトレジャーの2店舗は7月10日から当面の間スタンバイパスが必要となります。さらに先ほど言ったボンボヤージュに関してもこのグッズ発売に伴って7月10日と7月11日の2日間は来店予約が必要となります。で、このグッズに関しては混雑に少し影響が出るかなというふうに思ってます。で、7月10日はさらにグッズの発売があって、こちらのコンバースとのコラボグッズも発売となります。こんな感じでコンバースといえばのオールスターとか、あとはアパレル関連とかバッグとかの発売が予定されています。続いて7月20日なんですけども、ファンタジアの弟子くんのグッズに新作が登場します。今回は結構人気出そうなんですけども、要注意はこのショルダーバッグですかね。弟子くんがね被っている帽子をモチーフにしたバッグなんですけども、先日発売になったメモリーゴーラウンドグッズでもショルダーバッグがめちゃくちゃ人気で予約販売も速攻終了してしまったので、このショルダーバッグももしかしたら同じように人気が出るかもしれません。ただ個人的にはこのね開けた時の口がちょっとね狭くて使いにくそうだなと思ってるんですけども、どうなんでしょうね。あとこの日はこのひらひらなびくオーガンジーが可愛いカチューシャとか、パークチケットをモチーフにしたキーチェーンが入ったセットとかいろいろ発売となります。なので、この日も10日同様グッズ発売の影響が混雑にも少し影響するんじゃないかなと思います。で、続いて7月21日なんですけども、この日から、サマー 2day パスがスタートをします。7月の21日から8月の28日の期間限定で通常価格よりも安く入園できる2日分のチケットになっています。で、このチケットについては以前のこの動画で詳しく解説してますし、他のチケットとの価格比較なんかもしますので、ぜひそちら参考にしていただけたらなと思います。ということでここからは混雑予想の方をしていきたいと思います。
ちなみに今日発表されたチケットの値上げのさらなる影響だったり、天気の影響、その他新たな混雑要素が出てきた場合は、その辺を踏まえた最新の混雑予想動画も出す予定ですので、チャンネル登録まだの方いらっしゃれば、ぜひチャンネル登録して最新の情報を流さないようにしていただければなと思います。ということで、まずはランドの方から見ていきましょう。まず第1週から第2週、7月1日から7月9日なんですけども、この期間、平日で注意すべき日は3日と4日になります。先ほどもお伝えした通り、3日は夏イベントのスニークが行われることが濃厚で、4日は夏イベントの公式スタート日になります。なので、普段の平日よりは少し混雑レベルも上がって C+。慣れていない方だとちょっと混んでるなって感じるくらいの混雑になると予想をします。あとはこの日のゲストの客層的に、ショーだったりパレードだったり、グリーティング関係の方が混みやすくて、アトラクションはそこまで混雑することはないと思います。土日についてはまだ梅雨も明けてはいなさそうですし、天候に左右される部分も大きいと思うんですけども、基本的には今のパークは土曜はかなり混みます。なので混雑レベルは A、慣れている方でもちょっと辛く感じるくらいの混雑になると予想します。日曜に関しては土曜よりは少く傾向が続いているので、混雑レベルは B+、一般的な休日の混み具合となりそうです。ただし土曜が雨で日曜が晴れみたいなパターンになると、日曜はこの予想より混雑する可能性もあるので注意です。続いて第3週、7月10日から7月17日なんですけども、まずこの期間、平日で注意すべきは10日になります。先ほどもお伝えした通り、10日はハーモニーインカラーグッズの発売日となります。その影響が大きく出ることはないと思うんですけども、普通の平日よりは少し混雑レベル上がると思いますので、C+くらいになるかなと予想をします。3日4日同様にゲストの客層的に、ショーパレだったり、グリーティング関係の方が混みやすくて、アトラクションはそこまで混雑することはないかなと思います。そしてこの週は何といっても15日から17日まで3連休ということで、この3日間、特に15、16日は激混みになると予想をします。混雑レベルも15日が A+、16日が S、17日は B+ということで、何をするにも混んでいて辛く感じるくらいのマックス級の混雑になると予想します。17日に関しては連休最終日ということで、混雑は落ち着いて B+くらいとなりそうです。続いて第4週から第5週、7月18日から7月31日までなんですけども、まずこの期間平日で注意すべきは20日になります。先ほどもお伝えした通り、20日はファンタジアミッキーのグッズだったりとか、その他大量に新グッズの発売があります。その影響が大きく出るっていうことはないとは思うんですけども、普通の平日よりは少し混雑レベル上がると思いますので C+と予想をします。3日、4日、10日同様にゲストの客層的にショーパレだったりとかグリーティング関係の方が混みやすくて、アトラクションはそこまで混雑することはないかなと思います。で、21日以降なんですけども、混雑に関わる2つの重要な要素があります。まず1つ目は夏休みがスタートするということ。それから2つ目がサマー 2day パスがスタートするということ。この2つになります。おそらく21日あたりから夏休みになるところが多いと思うので、当然入園者数はこの日からお盆にかけてどんどん増えていきます。また同じタイミングでサマー 2day パスの取り扱いもスタートするので、その2つの影響もあって21日から混雑レベルが徐々に上がっていきます。特に平日はその影響が出やすいと思うので、月曜と金曜は平日としては高い B 予想、火曜から木曜も C+と、それまでよりも混雑度は上がります。土日に関しては混雑レベルは変わらず土曜が A、日曜が B+予想ということで、3連休ほどではないですけども、かなり混雑するかなと予想をします。ということで、ディズニーランドで7月におすすめの日は、平日11、12、13日、休日は2日と9日となります。次に C の混雑予想の方をしていきたいと思うんですけども、ランドと違う予想の日をピックアップして話していきたいと思います。まず第1週から第2週なんですけども、この期間で平日でランドと違う予想の日が3日になります。3日は C でも夏イベントのスニークが行われることは濃厚だと思うんですけども、ランドとの大きな違いはダッフレグッズの発売日ということになります。なのでランドより少し混雑レベルも上がって B と予想をします。この日もゲストの客層的にショーパレだったりとかグリーティング関係の方が混みやすくて、アトラクションはそこまで混雑することはないのかなというふうに思います。土日については40周年スタート以降、ランドより C の方が混雑が落ち着く傾向が続いているので、混雑レベルも1段階下がって土曜が B+、日曜が B というふうに予想をします。ただしこちらも土曜が雨で日曜が晴れみたいなパターンになると、日曜はこの予想より混雑する可能性があるので注意です。続いて第3週なんですけども、この期間平日でランドと違う予想の日は10日と14日となります。特に10日はハーモニーインカラーグッズの発売日なんですけども、先ほども話しましたけども C では店舗での販売はないので、混雑レベルはランドより少し下がりそうで C と予想をします。そして15日から17日までの3連休なんですけども、
特に15、16日は C も激混みになる可能性は高いと思うんですけども、ランドよりは少しだけ混雑度が下がるというふうに予想して、15日が A、16日が A プラスというふうに予想します。17日に関しては連休最終日ということで、混雑レベルもランドと同程度の B プラスになると予想します。続いて第4週から第5週なんですけども、この期間、平日でランドと違う予想の日は21、24、28、31日になります。先ほどもお伝えした通り、21日以降は、夏休みスタートとサマー 2day パススタート。この2つの大きな混雑を左右する要因があります。で、もちろん C にもその影響はあるんですけども、ランドに比べると若干その影響弱いと思うので、平日の中でも混雑しやすい月曜と金曜は、ランドより少し混雑レベルが下がって C プラスと予想をします。土日に関しては夏休みとサマー 2day パスの影響がランドより C の方が出るんじゃないかなと思っていて、その影響で混雑レベルはランドと同じくらいの A から B プラスになると予想します。ということで、ディズニーシーで7月におすすめの日は、ランドと全く同じなんですけども、平日は11日、12日、13日、休日は2日と9日となります。はい。ということで今回は7月のディズニーで注意すべき点や混雑予想について詳しく話してきましたけども、いかがでしたでしょうか？今回の動画の要点をまとめるとこんな感じになります。ショー・パレードのスケジュールの大幅変更。それから自由席の大幅減少に注意。グッズ発売日には注意。3連休の混雑に注意。夏休みスタートによる混雑度アップに注意。サマー 2day パススタートによる混雑度アップに注意。といった感じになります。これ以外にもですね、やっぱりそのチケットのね、値上げの影響がどう出てくるのかとか、スニークとか、スタンバイパス関連とか、ショーレストランの再開とか、7月もなんだかんだいろいろ注意すべき点が多いディズニーなんですけども、今回の動画参考にパークを楽しんでもらえたら幸いです。個人的には7月はパークはもちろんなんですけども、それ以外にも今後の YouTube 活動に大きな影響を与えそうな出来事が待っているので、その辺またタイミングが来たら皆さんに報告できたらなと思っております。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画いいなと思ったら高評価ボタン、それからチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。